惜しまれつつ廃墟をしてしまうポンポンのご紹介をしつつ思い出話をするという回になっております。もうこれが最後の最新号で最後の号になってしまいました。なのでもう新しい号は出ないということで、はい、今バックナンバーだけ販売しているような状況になってます。はい、はい、48号で終わったんですね。年に4回出してたから12年だよね。アメリスと始めた時期がほぼ同じで、ですね。はい。ですので一緒にやってきた感そうですね。ポンポンが印刷したりしてたので、私たちも印刷してみようかなみたいな感じのこともあって、はい。お付き合いも長く。そうですね。でも下かな、年齢は。全然下、ね、全然下だと思う。はい。まだ始めた頃2人とも20代だったもんね。だったかもしれないですね。そうなんです。2人組なんですけれども、はい。アメリカ人でした。1人がアメリカ人で、1人はイギリス人で、2人ともロンドンのループで働いてて、それでなんか仲良くなって、で2人で雑誌を始めたっていう感じらしいです。それで途中でお一人がアメリカに帰って、それで別れてやってたのかな。だけどあれですもんね、イベントに行くとですね、必ずポンポンは絶対出てました。出てなかったことがないぐらい、いつも絶対出てて、でそれで感心してましたね。そうね、働き者、そうなんですね。本当にいろんなイベントに必ずポンポンがブースを出しているっていう感じで、はい。ということで長い間お疲れ様でした。本当そうですね。で、私たちも多分お店を始めた頃からずっとポンポンの雑誌を仕入れて売っていて、すっごくパターンもよく書けていて、そうなんですよ。すごく気に入ってて、大好きなんですけど、ね、なんか日本ではなかなか浸透しなくて扱ってるお店も少なく、すごい残念だなと思って、でここ2年ぐらいかな、私たちも翻訳をつけたりして、頑張って売っていたので本当に残念なんですけど、パターンは本当によくできてるんですよ。エラーも少ないし、人がね、本当に技術が高いのかなっていつも思ってました。ですから英語のが編めるのであればポンポンはとてもおすすめのパターンですし、あと毎号こうなんか漢字を変えてくるのが特徴で、いつも違うモデルさんとか、違う雰囲気で本作ってるのがすごいなと思いました。最近はね、結構男性も載ってたりして、すごく面白い。アジア人のモデルさんとか、いろいろな国のモデルさんがいつもたくさん出てて、私これ結構好きな号で、これはさ、なんかこれ10周年だから大きいんだよね。この時から半径がこれになったのか、変わってちょっと大きくなったんですけど、この号はなんとなんか2号合併号みたいな感じで、右から左からなんですね。両方からスタートしてる面白い号で、私この表紙のセーターが見たいなと思って、これすごい人気だったと思います。でもこれを編んでるのを着た人はまだ見たことがないけど、これかわいいんだよね。あと結構ね、これもかわいい。かわいいんですよこれ。この号は結構おすすめですね。多分何回も仕入れたからまだ在庫が残ってるんだと思うんですけど、人気だったから。でポンポンは鍵も結構載ってるんですよね。毎回絶対鍵針の編み図が1個はあるかな。だからこういう雑誌には珍しく両方やってるっていうのも特徴なのかなと思います。で、私が好きなのはこれなんです。これイサガーで編むらしいんですけど、もう忘れてたんですけどね、モジュラー編みというか、なんかいろんな方向にそうなんです。編んでんだよね。でこの表紙のこの子が着てるんですけど、可愛くないですかこれ。
なんでこれ編みたいって思っていたのを思い出しました。これを見て、ね、とっても可愛い。はい。あと私この2号もすごい好きで。そうそうそう。まだあるんだと思って、これすごいこれすごい良かったですね。40号、一昨年すごいのものなんですけど、ふわふわ。どれもふわふわですごい可愛くて、このふわふわがブームだった頃にこれを出して、モヘアがすごい出てた頃に、このモヘアのしかもひだひだのトップスとワンピースとかで、これで一番人気だったのは私たちもパターンお願いした彼女のいろんなものがくっついてるカーディガンかなと。これも可愛いし、でもあれは多分編むのが難しくて、編んでる人はあんまりいないんですよ。あとこれがすごい可愛くて、これも可愛いんですよね。カラーワークなんですけど、この色合いとかがすごい可愛くて、このカーディガンうちのスタッフも編んでて、そうこれがね、これがすごいんですよ。すごいんですよ。とにかくインター社でビーズもついているっていう、このアーティスティックなパターンを載せてるっていうことが感心しました、私は。はい。ポンポンの特徴というか、結構ね、毎回凝ってる攻めたものを1点ぐらい必ず入れてくるんですよ。それもすごい好きなポイントで、この本結構おすすめだし、これはファーマーズドーターのキャンディス・イングリッシュさんがゲストエディターをした号なんですけど、これもね結構いろいろ素敵なんだよね。この彼女がそのファーマーズドーターのモデルさんもやっててなんですけど、この雰囲気がいい感じですね。いつかサポーターズライブでも紹介したんですけど、私このフリンジがいっぱいついたセーターが可愛いなと思っていて、ですね。あとショールも可愛いです。このショールですね。ゴールデングラス。これもすごい可愛い。ファーマーズドーターの雰囲気が出てると思います。写真の雰囲気も。ね、なのでこの号は結構おすすめ。いっぱいいいパターン載ってるやつですね。じゃあ次は本もいろいろ出してて、一時期結構精力的にね、ハードカバーも出したり、でこれがね、とにかくおすすめはこれが可愛い。これです。一番のおすすめ。一番はこれですね。まだありますね、うちにも。そう、このミニポン。これはポンポンで出てたすごく有名なパターンを子供用に作ったっていう、そういうやつなんですけど、探せば親子お揃いでできるみたいな。あと島田先生のパターンも載っておりまして、実物をイベントで見ましたが、いやとにかく可愛い。可愛いんですよ。そうね、とにかく可愛い。それであれだよね、お一人のお子さんが出てんじゃなかったかな。モデルとしてメーガンの娘さんが出てますね。そっくり、彼女だと思うので、そっくりなんですけど、可愛らしい。なのでポンポンのね人気のパターンの子供版が出てて、この靴下とかもだいぶ可愛いし、サンプルも見たんですけど、とにかく可愛いんです。これが島田先生ですね。可愛いですよ。このショールというかブランケ、膝掛けというか、これ島田先生のデザインらしくて、なので可愛かったです。セーターとかも可愛いです。これすごいおすすめ。この色合いが。あととっても人気だったのがこれで、アメリスでも本をコスモロジーを一緒に作った清美と幸子のペアが作ったのがこの本で。ムーン&タートルは月とすっぽんですから、皆さんよろしくお願いします。月とすっぽんは双子だけれども月とすっぽんぐらい違うんだってことを言いたかったっていうのが、書いてあります。書いてありました。なんか隙間に書いてあるお話も結構面白くて、いろんな、でもこれも基本的にユニセックスの本で、男性のモデルさんも載ってるんですけど、
サイズ展開がすごく豊富で、普段に着やすいねパターンがいっぱい載ってる、はい、使えるねこれ1枚可愛いよねが編めると思います。帽子とかショールとか、は靴下とか、いろいろ載っている。これはカーディガンにもセーターにもできるってできるやつなのっていうパターンなのかな。はい、これもまだちょっとだけあります。懐かしいね、このグッドランのやつとこれか。はね、グッドランがシェットランドトレーダーっていう名前で自分で本も出してたんですけど、これがそのシリーズの3冊目、なんかクイーンスから出したり、最初クイーンスから出したかな、いろいろしてて、この3っていうのが、ポンポンから出した本なんですけど、フェアアイルとちょっとモダンな編み物の組み合わせみたいな、ミックス的な。はい。もともとグッドラン、子供の頃シェットランドに住んでいて、でお母さんがシェットランフェアアイルのなんかファッションブランドをやってたのかな。それの会社名なんだよね。そうそうそう。ということで、このフェアアイルとなんかモダンなニットを組み合わせたパターンがいっぱい載ってて、全面フェアアイルじゃないので結構とっつきやすいというか、はい。あと伝統的なこのフェザー&ファンを使ったセーターとかが載ってますね。はい、載ってます。はい。とても可愛い本です。あ、2人が載ってた。ここポンポンのこの2人です。はい。まだ若くて可愛らしいんですよ、2人とも。この前最後に会ったのはメーガンの方かな。フール&フォークに来てたじゃん。はいはい。お会いした。その時はまだ何も言ってなくて普通に話したってだけだったんですけどね。まあしょうがない。お疲れ様でした、長い間。なのでまだちょっと本があるので、皆さんよかったらお好きな号がありましたら選んでいただければと思います。それ以外でも好きな号ってあるのかな。もうこっちにあるのはうちにはねないやつなんですけど、これがかぎ針だけのクロシェットアンソロジーという一冊かぎ針の本です。今ないと思うんですけど、このインタープリテーションズっていうのがものすごい人気で、このホヒとベーラの2人組、この人気デザイナーお二人が組んで本を出したんですけど、もうね7とかまであるのかな。結構たくさんありますね。これも結構最初の方だよね。懐かしいね。これ9でもこれも懐かしいね。懐かしいもの。皆さんこれご存知ですか？このパターンすごく人気だったんです。これね、時々イベントに行くと着てる人がいて、私この前もいて、遠くから見ても分かるよね。一応言う。ポンポンのあれでしょって一応英語で言って、そうそうって言って2人でにっこりするって。そう、私も編みたいのって必ず言います。いや、すごい素敵なんです、これ。だから編みたいなとは思ってます。素晴らしくない？これ。これは一瞬で売り切れたエイミーとスティーブンのあっという間でしたね。ゲストエディターの本ですね。この表紙のセーターも可愛いし。このカウルもすごいかっこよくて、まあパターンは変えると思うので、ちょっと見てみられたらどうかなと。一冊ごとまだデジタルで買えると思うんで、これ私最初に多分買ったんだと思います。これ日本人のねリエさんっていう、今はもう出てらっしゃらないですけど、これでも私たちがお店を始めた結構最初の頃に扱ってたやつだよね。で日本人の方が出てるし、と思ってこれまだ持ってます私。懐かしい。これね、これミニポンに載ってたやつが結構いろいろ載ってる号で、可愛い色合いも。そうこれね、これすごく実はすごい可愛いです。このかぎ針のカーディガンとか、子供バージョンがさっきミニポンに載ってたんですけどね、これもそうかな。すごいね、可愛いですね。ここにない号もいっぱいあるので、ぜひラベリーでちょっと探してみられて、多分会社がなくなっちゃうといつまでも買えるわけではないかもしれないので、今のうちに買われてても、気になってる方は今のうちにラベリーとか
はいチェックされてみ実てくだ物を探さい。して買ってみたらいいかなと思います。はい。ではありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録と高評価ボタン、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。